白い死神の異名を持つ伝説のスナイパー下平兵。100日間の戦争で撃ち抜いた敵兵の数は542人。そんな歴史上最多の戦果を挙げた下平兵の正確無比な射撃技術とは。はいどうも、アルゴメントリーナーグローベンガルズ最近強制したのマジョバジョバ気持ち悪い気持ちいい。というわけでね、本日ご紹介するのは世界一のスナイパー下平兵を紹介していきたいと思います。私に勝てる？歴史上最も凄腕のスナイパー下平兵。彼が戦場で起こした奇跡とは。伝説のスナイパー下平兵。フィンランドの軍人である下平兵は歴史上最も凄腕のスナイパーとされているんです。なんと彼は100日間の戦争で542人も敵兵を射殺したという記録を持っているんです。そんな彼の凄まじい射撃技術とはどのようなものだったのでしょうか。その腕前は300メートル以内であれば確実に敵兵の頭を撃ち抜くほどのものだったんです。さらには150メートルの距離なら1分間に16発の射撃に成功したという逸話も残されているんです。彼が使っていた銃は5発撃つごとに弾を込めるものなので、弾を込める、撃鉄を引く、狙う、撃つの動作が必要なんです。つまりこの工程を 3.75 秒で行うという離れ技を成し遂げていたんです。その活躍を知る人は彼を白い死神あるいは災いなす者と呼び恐れていたんです。これフォートナイトで1位取れるじゃん。最近ね、僕もヤミコさんも家帰るってもずーっと言ってるんです。フォートナイト皆さんやってます？やってる人コメント欄に友達のびっくりでは一体なぜこのような凄腕スナイパーになったんでしょうか。1905年、下平兵はフィンランドのラウトヤルビーという小さな町に農家として生まれたんです。彼の家は兄弟姉妹の多い大家族だったといいます。性格はとても謙虚で控えめ、内気な人物で話しかけられても言葉少なに返すばかりだったと言われているんです。そんな彼は軍人になる前は狩猟と農業を生業として生活していたんです。真面目に仕事に打ち込む下平兵。実はね、その頃から伝説のスナイパーたるね片鱗があったんです。彼は地元の射撃大会に参加し何度も優勝していたんです。家には数々のトロフィーが飾られていたといいます。そんな彼が軍人になったのは1925年の20歳のこと。フィンランドには兵役の義務があったため、フィンランド国防陸軍に入隊し15ヶ月もの間軍務に服しました。そしてその後兵役期間を終えた彼はまた漁師としての生活に戻ることになるんです。そこからね、13年34歳になって彼の人生が動き始めるんです。いや結構時間かかったんだ。そのきっかけは母国フィンランドがソ連と戦争を始めたことなんです。ソ連は横暴にも自国の原生林が広がるだけの未開拓地とフィンランド屈指の工業地帯との交換をフィンランドに持ちかけたんです。フィンランドは当然要求を拒否したんですが、その結果ソ連はフィンランド全土の支配を目指してフィンランドから砲撃を受けたと嘘の被害をでっち上げ、通称冬の戦争を引き起こしたんです。この当時ソ連の人口は約1億7000万人。一方下平兵が住むフィンランドは人口350万人。誰がどう見てもフィンランドが圧倒的不利の戦況だったんです。周辺諸国は1週間で勝負が決するだろうと小国の運命を憐れんだと言います。ですがこの戦争こそただの農民だった下平兵を伝説のスナイパー白い死神へと変貌させたんです。当時の下平兵は生業として狩猟をやっていたことから有事の際にのみ招聘される予備役だったんです。そのためこの戦争に兵長として参加することになったんです。戦争に向けて軍は各兵隊たちの射撃の腕をテストしました。その結果下平兵の成績は非常に良かったため、彼は特定の小隊に配属されず最も能力を有効に発揮できる独立した狙撃兵になったんです。かっけえな。そしてふるさとの町に近いコッラー川の周辺での貿易を任されることになったんです。この場所に送り込まれたソ連の軍隊は4000人。それを迎え撃つ下平兵含むフィンランド軍はわずか32人という少人数だったんです。いや、高校普通科の一クラスの人数。戦争というのは数の論理が大きく働きます。人数の差はそのまま非常に大きな戦力差になるんです。そんな明らかに不利な状況の中で伝説のスナイパー白い死神は奇跡を起こすんです。紫の死神も奇跡を起こしちゃうかしら。
戦いの舞台となる下平平の故郷は雪原地帯です。そこで彼は敵に見つかりにくくするため純白の戦闘服を装備して戦いに挑みました。また彼はモシンナガンという漁師時代から愛用していた狙撃銃を用いたんですが、この銃は120センチ以上もあるかなり大型のもの。一方で彼は身長が非常に低くわずか152センチだったんです。にもかかわらず自分の肩までの長さがある重い銃を自由自在に使いこなして信じられない距離の移動が可能だったんです。そしてマイナス40度の気温の中で非常に正確な射撃ができたんです。これは農業で培った体力と狩猟で獲得した射撃技術の賜物だったんです。さらにこのね技術がねもういかれすぎたほど高いこの下平平ね、ありえない状況でも狙撃を行っていたんです。ジャンプしたいやいや、もうフォートナイトやりすぎだわ。なんとスコープを使わなかったんです。スコープとは遠くの目標を拡大して見るための望遠レンズのこと。彼が使っていた銃にも4倍の倍率を持ったスコープが装着できるんですが、下平平は使わなかったんです。なんと彼は肉眼のみで300メートル以内であれば確実に敵を仕留め、最長では450メートル以上の距離からの狙撃を成功させているんです。スコープ使ったらもっとすごいんじゃない？そうじゃないです、そうじゃないです、そうじゃないし、そうじゃないですよ。スコープを使わなかったのはレンズを覗く際に頭の位置が高くなってしまうためなんです。これが相手に自分の位置がバレる要因になると考えたんです。またスコープのレンズが太陽光に反射することがあり、それも敵に位置を悟られる要因となるんです。とはいえ並のスナイパーではスコープなしで狙撃できないので、これは圧巻の視力を誇る下平平ならではの技だったんです。このように敵に位置を知られずに威力の強い大型の銃で遠くにいる敵をなぎ倒していく下平平なんですが、彼はさらに非常に過酷な奇策も用いたんです。それはマイナス40度という極寒の中で雪を食べていたことなんです。実はこれも敵から姿を隠すための作戦だったんです。人間ならばどうしてもこれだけ気温が低ければ吐く息が白くなってしまいます。そしてそれは相手に自分の位置を知らせる目印になってしまいますよね。ところが下平平は雪を食べて口の中の温度を低く保つことで白い息が出ないようにしたんです。もう勝てねえだろこんなやつに。体に無茶を強いる非常に過酷な作戦だったんですが、故郷を守りたいというその強い一心で下平平はその作戦をやり抜いたんです。そんな彼はソ連からしてみれば何の気配もなく突如戦場に現れる神出鬼没のスナイパー、さらに長距離狙撃の精度も高いので、その名はソ連軍に恐怖の対象として轟き、脅威の的として浸透していったんです。そして下平平は最終的に100日間で542人もの戦果を挙げたんです。ソ連軍は4000人のうち実にその8分の1を彼一人に葬られてしまったんです。そのとてつもない成果はもちろんスナイパーとして世界一の記録とされているんです。やっばいわね。やばいんですけど、下平平の記録はこれだけじゃないってところがさらにやばいんですよ。実はこの542人という記録、狙撃銃以外の火器による殺害数は含まれていないんです。彼はサブマシンガンの名手でもあり、狙撃銃の542人に加え、なんとサブマシンガンを使ってさらに200人以上もの戦果を挙げていたんです。これ合わせて800人も一人で倒したってことでしょ。そうなんですよ。ソ連軍のね約5分の1に当たる兵をたった一人で狙撃したんです、したんです白い死神の最後。下平平の活躍によりソ連軍は侮っていたフィンランド軍相手に大打撃を受けました。そして重大な脅威である彼を排除するべく、ソ連軍は大砲による攻撃やカウンタースナイパーの配置など様々な対策を講じます。そしてその結果、とうとう下平平に悲劇が訪れます。終戦1週間前の1940年3月6日、ソ連軍の兵士が放った銃弾が彼の顎を撃ち抜いたんです。いや、痛い気持ちいい。意識不明の状態で仲間の兵士に救出された下平平。病院へ搬送されるも出血がひどく、そんな彼を見た兵士は彼の頭は半分なくなっていたと述べるほど深い傷だったんです。それから1週間後、なんとか一命を取り留めて意識を回復し、さらにモスクワで講和条約が締結され、冬戦争は終結したんです。しかし傷が癒えた後も顎には生涯消えない傷跡が残ったままだったんです。そんな下平平は戦果を称えられ勲章を受勲したんです。さらに兵長から少尉へと5階級もの特進を果たしたんです。ですがその後は戦場に出ることはなく、元の漁師の生活に戻り、猟犬の繁殖家として穏やかな余生を過ごしたんです。そして2002年4月1日、平平は自らが守ったロシアとの国境線近くの町ルオコラハティにて96歳でこの世を去りました。そんな下平平ですが、彼は晩年狙撃の秘訣を聞かれたことがあったんです。その際に彼が答えたのはただ一言。習熟。
下平平の類まれなる狙撃技術は才能などではなく絶え間ない努力、その一点によるものだったんです。冒頭で説明した通り、彼はもともと農業と狩猟を生業としていたんです。そんな彼の一日は畑仕事から始まります。昼になると他の農民は昼食をとったり昼寝をしたりして休んでいたんです。しかし下平平だけはその時間に休憩を取ることは決してなかったんです。彼は毎日欠かさず狙撃の練習をしていたんです。家から離れたところにある木に的をつけて、家の窓からそれを狙い撃つことでその腕を磨いていったんです。さらに何度も優勝していたという射撃大会なんですが、それも己の腕を磨くために参加していたものだったんです。当時は軍人として活躍することなど全く考えておらず、猟師としての腕を磨くための努力だったわけなんですが、いずれにせよ彼を世界一のスナイパーに至らしめたものは淡々と積み重ねた愚直なまでの努力だったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。